700年以上の時を超え博多の夏を震わせる博多祇園山笠。櫛田神社に奉納される舁き山には歴史上の英傑や人々の祈りを集めた神仏が人形として命を吹き込まれています。もしその人形たちが現代の博多の町に降臨したとしたら、一番山中洲流れ、表題は正門福の神。世界を取り巻く情勢が混沌とする今だからこそ、前向きに明るく笑い合い、福岡博多の町に福を招きたい。福の神の柔和な表情は見る者の心を穏やかに解きほぐします。二番山西流れ、表題は辰巳の風石壁に撃破す。描かれるのは三国志最大の決戦石壁の戦い。西暦208年、領土拡大を目指し南下した曹操軍と孫権劉備の連合軍が長江石壁で激突します。三個の例により劉備に迎えられた軍師諸葛孔明、風を読み策を巡らせる孔明が今博多の町を吹き抜けます。三番山千代流れ、表題は成就天下三名僧。本田忠勝のとんぼ切り、森友信の日本号と受け継がれてきた三名僧の物語は、本年結城秀康のお手ぎねをもってついに大願を成就しました。徳川家康の次男として生まれ、小牧長久手の戦いの後、豊臣秀吉の養子となり、名門結城家を継ぎ、この家宝の名僧お手ぎねを受け継ぎました。その名僧がかつて日本号をのみ取った黒田藩士森友信の像と交錯します。4番山恵比寿流れ、表題は福海先人深し。由来は前後寿山万丈に高く福海先人深し。長寿の山はどこまでも高く、福徳の海は果てしなく深いという意味を持ちます。古くから海の神漁業の神として豊かな恩恵を授けてきた恵比寿様。波頭を割るその満面の笑みは博多への大いなる福徳を予感させます。5番山土井流れ、表題は大正不動尊。揺るぎなき守護者お不動さんです。左手に持つ剣策で人に救う悪を縛り上げ、右手の三股剣で煩悩を断ち切り悪魔を退散させる。人々の煩悩を表す火炎を背負い、両眼を見開いた憤怒の僧。それは最も救いがたい衆生をも力ずくで救おうとする慈悲深きお姿。6番山大黒流れ、表題は正常心。水面に映る月を眺め、救いは外に求めるものではなく、己の内にあることに気づきをもたらす慈悲と知恵の存在。水月観音菩薩。水があらゆるものを映しながらも自らは染まらないように、世俗の苦しみを受け止めながらも決して何者にも染まらない清らかな心。その静筆な佇まいは迷いや不安に揺れる現代人の心に静かな安寧を灯します。しんがりを務めるは7番山東流れ、表題は真偽を志す。描かれるのは三国志蜀の英傑趙雲支流。2番山西流れが描いた石壁の戦いに遡ることおよそ2月。
西暦208年秋、長藩の戦いにて敵中に突入し、主君劉備の妻子を救った知勇兼備の武将です。互いに信じ合い火を尽くすことこそ平和への道との願いが込められています。福伯の町を歩くと、柿山とは別に高さ十数メートル前後の巨大な山笠が姿を現します。古来の山笠の姿を彷彿とさせる飾り山。13基あるこの山笠のいくつかをご紹介します。まずは唯一無二の走る飾り山、八番山上川端通り。速さを競う柿山とは違った豪華絢爛な姿とからくりは人々の視線を一身に集めます。表表題は蒙古合戦武勲の誉れ。時は鎌倉。2度にわたり襲来した蒙古の脅威に対し果敢に立ち向かった九州の武士たち。敵陣への先駆けや決死の野襲を仕掛け、国難を打ち払った不撓不屈の精神が今圧倒的な気迫で武者人形として命を吹き込まれます。続いて山笠の裏側、見送りの表題は積もる恋、雪の関の戸。表の武田しさとは一転し、近年大きな話題を呼んだ映画国宝。その冒頭で描かれる歌舞伎の演目が描かれています。雪の降り積もる関所に美しく咲き誇る一株の小町桜。それを切り倒そうとする関守と、その野望を阻止せんとする桜の精。人間と精霊の織りなす幻想的な美しき戦いが鮮やかによみがえります。最後に訪れるのはすべての山笠の魂が帰る聖地、櫛田神社。境内に奉納された飾り山の表表題は天下分け目の関ヶ原。描かれるのは後に日の本一のつわものと謳われる真田幸村の伝説の序章となった合戦絵巻。慶長5年、関ヶ原の前哨戦となった信州上田城の戦い。徳川秀忠率いる3万8,000の大軍を迎え撃ったのは真田昌幸、幸村親子率いる2,500の兵。狭い路地や地形を生かした神出鬼没の奇襲、そして関川の濁流を用いた軍略により徳川秀忠軍を足止めし、関ヶ原本戦への帰参を余儀なくさせました。今櫛田の境内に真田親子の不屈の魂がよみがえります。続いて見送りの表題はあっぱれ金太郎。足柄山の俊健な峰に生まれ、類まれなる怪力を授かった金太郎。己の背丈をしのぐ巨大な日りをねじ伏せんとするその姿は命の根源的な強さを体現しています。その傍らには我が子の成長を一身に支え続けた母山姥の深い慈愛がありました。やがてその慈愛を力に変えて源頼光に忠義を尽くす立派な豪勇無双の武将坂田金時へ。今その輝かしい門出がここによみがえります。人形師たちの執念と博多っ子の魂が育んできた博多祇園山笠。人形たちに吹き込まれた命、先人たちの思いを受け継ぎ走り続ける男たちの夏が今年も博多を熱く焦がします。